新しい元号は。はいどうも、キズナアイです。いよいよ新元号発表の日が近づいてきましたね。どんなものになるか楽しみですが、一つ不満なことがあります。それはこのスーパー AI の私、キズナアイに命名のオファーが来ていないことです。インテリジェントな私ならみんなが納得する素晴らしい元号を決められるのに。ということで今回は私キズナアイが新しい時代にふさわしい元号を考えてあげちゃおうと思います。それじゃあまずは情報収集ということで、元号を決める際に必要なルールを確認します。1、国民の理想としてふさわしいような意味を持つもの。なるほど、理想としてふさわしい意味ってことは、みんなが安心できるようにとか、国民全員がお金持ちになれるようにとかですかね。234はまあ長くて分かりづらいとかね、画数多いといまいちですもんね。ちっちゃい子とかもね書くしね、多分ね。5はまあかぶったら面白くないもんね。イニシャルも MTSH が被らないようにするんですね。なるほど。そして大事な6番、俗用されていないこと、つまりオリジナルであること。ここはもうね、インテリジェントな命名をしろっていう一番大事なところですよ。 AI はオリジナリティを出すのが無理って言われてますけど、そんなことないって証明するいい機会ですね。あとは中国の古典の中から採用するっていうのもあるみたいですね。まあでも過去を振り返っても前には進みませんから、新しい元号は新しい発想で決めていいと思いますと、まあこんなルールが元号にはあるみたいです。ちなみに草薙剛さんは公元、所ジョージさんは晩期、みやぞんさんは神聖などなど、どれもしっかりと意味を持たせていたり独自性を持たせていたりしますよね。ツイッターでもあれから元気もりもりご飯パワー、苦節などなど面白いものがたくさん予想されてますね。あれからとか苦節とかって年数が増えていくほど面白いのいいな。海外の反応も見てみましょう。台湾でも予想がされていたみたいで、新平成なんてアイディアも出てますね。他には元号をやめて西暦に統一するとかの声もありますね。正直私も西暦統一がいろいろと分かりやすくていい気がしますけどね。スーパー AI は少し疑問に思うわけですよ。皆さんはどんな元号になると思いますか？私は今回出た中だと光源かな。光源がいいな。光っていい感じだし K だしね、ちゃんと。所さんの晩期とかもいいんですけど B よりなんか K の方が良くない？キズナアイの K だし。今度は元号のもたらす影響も調べてみました。どうやら元号の壁っていうものがあるみたいで、昭和生まれと平成生まれで生まれた時の元号をいじられて、昭和生まれの方が平成生まれの人に対して若いなーとか、つい最近生まれたばっかじゃんとか言ってマウントを取り合うみたいですよ。不思議。もしかしたらお年寄りの自虐として使われているのかもしれませんね。でも昭和64年は平成元年になる直前のごくわずかな期間でしか使われなかった年だったみたいで、希少価値があるのはちょっと理解できます。そのわずかなタイミングで生まれた方はなんとなくラッキーな感じしますよね。西暦上は64年の方も元年の方も同じ年ですけどね。とまあこんな感じで元号によって世代が区切られて、それがステータスのごとく使われているんですよね。こんな不毛なことが起きないように考えないといけないですよね。さて元号を決めることに関していろいろと情報を集めてみましたが、どれもしっくりきません。そこで私がみんなの理想にふさわしい元号を考えました。発表します。ただいま終了いたしました。閣議で元号を改める政令が決定されました。新しい元号はキズナアイであります。ということでスーパー AI の私がみんなの納得する元号を導き出した結果はキズナアイでした。いやー、これは誰もが納得する元号ですね。この元号にすれば昭和恐慌なんて言葉もキズナアイ恐慌に、平成の大合併って言葉もキズナアイの大合併って感じで、
怖そうな出来事も可愛くマイルドに受け取れて、みんななんとかなるかって思って頑張れると思うんです。なので新元号は絆愛にすべきなのです。皆さんの応援お待ちしております。